それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、周りから見たあなたの印象についてもらっていきます。今回は関係性別にあなたはどんな風に見られているのかっていうのをもらっていきます。そうですね、4回に分けて今回は見ていきます。はい、ではよろしくお願いします。で、タロットカードはすでにシャッフルしてあります。で、今回は関係性別なので、まずは、公共の場、お仕事や、表向きのお付き合いっていうかパブリックな面でのあなたの印象。2回目はお友達から見たそうですね、同性のお友達から見たプライベートな面でのあなたの印象。そして3回目は異性のお友達から見たあなたの印象。これはね、異性のお友達、同性のお友達、どっちでもいいんですけど、出会ったばかりの人でも大丈夫ですよ。お友達になったばっかりの人でもいいし、長くお付き合いしている人やご家族で見ていただいても大丈夫です。そして最後に、恋愛対象の方々から見たあなたの印象をもらっていきます。タロットカードは制約採用でもらっていきます。ではまずね、お仕事、パブリックな関係性であなたはどんな風に思われているのか、どんな印象をもらっているのか、もらっていきましょう。そしてその方々が伝えたいことっていうのももらっていきますね。はい、ではもらっていきます。はい、ごめんなさいね。はい、これでもらっていきます。で、このカードはこのままここに置いておいて、はい、ではめくっていきましょう。まずはね、仕事関係の方々からはどう見られているのかで、制約ね、採用でもらっていくんですけど、でね、その方々があなたに伝えたいこととかももらっていきます。なんかね、お仕事だけじゃなくてね、パブリックな面で、あなたが今悩んでるんじゃないっていう風に出てくるんですよ。いろいろと、傷ついている姿のあなたを見ていたりとか、悩んでいるところを見てるよっていうイメージでまず入ってきます。表向き見える印象としては、そういうところで入ってきていますし、だけどあなたってそのお仕事だったらチームワークすごく良くて、みんなで協力してやっていこうよとかね、周りを誘って流れに乗っていけるというか、つなぎ役ですよね。誰かと誰かの橋渡しをするような方だったりとか、周りの協調っていうのを大事にしているから、これがもしお仕事関係の方だとしたら、あなたがいるおかげでいいチームワーク取れてプロジェクトを成功させているなとか、取り組めていけるよっていう風な感じで評価されてると思うんです。とても熱心に取り組まれていますしね。お仕事じゃなかったとしても、ご近所付き合いとかママ友とのお付き合いとか、そういうところですねっていう感じで、みんなで一緒に楽しくやっていこうとか取り組んでいこうっていう姿勢が見えていますから、すごくね、好印象ですよ。ただ現在すごく悩んでるのかなっていうふうには思われてるみたい。そうですね。そして性格的なところといっても、あなたはそんなにガツガツしていないんですよね。じんわりと優しく、みんなを包み込んでくれるようなところがある、すっごく穏やかっていうのが入ってくるから、だからみんなで何かしようよとかっていう風にね、間に立ってくれるんだけど、でもね、すごく優しいの、にじみ出てくるっていう感じ。あなたがそこにいるだけでみんなつながってられるっていう感じがするから、あれですね、癒し系ですよね。ほんわか癒し系っていう感じでみんなから見られてるんじゃないかなっていうのが出てきています。
もう少し本音見せてくれてもいいなっていうのがあるんじゃないかなっていうのが出てきていますね。そうまだまだ魅力を出し切れていないんじゃないかなっていうのが出てる。あなたって本当はふんわり癒し系みたいに思われてるけど、今私そうなのかなみたいに思った方もいるんじゃないかな。割となんかね、自分プライベートではっきりしてるんだけどなっていう風に思った方いません？自分の意思曲げたくないとかね、私はこうやって思ったらこう進んでいくのが好きとか、割とさっぱりしてるんだよねとかっていう風に今感じた方もいるんじゃないかな。その公の場で出しているあなたと本来持っているあなたの魅力とちょっと差があるみたいっていうのが出てくるのね。でも周りからはめちゃくちゃ癒し系みたいな、ほんわか癒し系みたいな、可愛いみたいな感じで思われてるんだけど、まだあなたの本来の魅力っていうところが全部伝わりきっていないっていうのはあります。だから見せてほしいなっていうところがあるし、あとね、話しかけてほしいなっていう感じで入ってくるんです。でもちろんね、コミュニケーションは取ってるんだけど、その本音を話すっていう意味で相談事があったら持ちかけてきてほしいなとか、そうですね、あとはあまりねそこまで責任感感じなくてもいいよっていう感じで入ってくるから、いろいろと抱え込みすぎなところを周りに言わないのかも。あなたがなんか今これもあれもこれも任されていてすごく大変でさとかって、そういうことは言わない。なんか忙しくてとか疲れちゃってさとかっていうの、あまり愚痴っぽくないのかなっていうところはあります。でも本当は今忙しいんじゃないっていう感じで、あとね、周りの目とかも結構その評価されることについて悩む時とかも今あるんじゃないみたいな風に入ってくるの。だってチームワーク大切にしてるからね、周りの人の評価って気にしちゃうっていうところあると思うのね、あなたの中で。そこを周りの人も感じ取ってるみたいよ。だからこそ何について悩んでるのとか、どんなこと考えてるか教えてっていう感じで入ってくるかなと思います。まだね、本当のあなたの魅力っていうのは出てないけど、でもね、ふんわり癒し系っていう感じで入ってくるかなと思います。とても可愛い、そうなんかね、小型犬みたいな感じでふわふわっとしている感じで入ってくるかなと思います。けど多分本当のあなたってもっとさっぱりしてるというか、ガラッとしてるようなところもあるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあこれがね、その公共の場やその公の場で見えるあなたの、周りからの印象っていうところでもらっていきました。もっと頼ってきてねっていう感じで言いたいよっていうメッセージは入ってきています。そうですね。そして、オラクル1枚もらっていきましょう。この間柄の方々からのメッセージとして、どんな風にお付き合いしていけばいいのかなっていう感じでオラクル1枚引いていきます。出てきましたね。飛んできたのがお財布、金運、収入、買い物っていうカードです。はい、こちらのカードですね。あなたの中で今成長したいお気持ちとかもあるのかな。あとは、元気っていうのが入ってくるかな。なのでお腹から力を出してお腹に力を入れて声を出す、発声するっていうのが今入ってくるんです。背中丸まっていたりとか、あとはうつむき、視線がね下向きになってるとか、歩いてる時は自分の足元見ちゃう、周りの景色じゃなくて足元見て歩いちゃうっていう方とかも今いるのかな。今の状態としてね、姿勢が今丸まっているような感じがするっていうのが入ってくるんですよ。それを視線を少し上げるとか、姿勢矯正ってね、私も姿勢悪いからってね今自分で考えちゃったんだけど、意識しないとすぐ崩れちゃうから、立ち方だったりとか背中の姿勢の良さだったりとかね、意識するのってかなり大変だと思うんですよ。だからね、常に気を張ってるのも大変だと思うんだけど、でもなんかね、姿勢っていうのが入ってくる。だからあなたが成長したい
っていう風に自分自身の成長を願うとともに姿勢矯正っていうのが入ってくるから、目線を少し上向きに上げることだったりとか、あとなんかね、言葉の語尾までしっかりと息を吐き切って喋ることだったりとか、自分の気持ちを伝えきることとかっていうことに、それをやっていけばいいんじゃないかなっていうのが入ってくるね。お財布のカードです。溜め込みすぎているものがあれば、不要なレシートは取るようなイメージで、不要なものを取って必要なものだけを自分の中に入れておいて、あとはちゃんと使うときは使い切るとかねっていうのもあるのかなと思います。なんかね、言葉をあやふやにしない、語尾をしぼめていかないとか、最後までこう思いますみたいな感じで、丸つける、句読点つけるとかっていう意識かなっていうのがあります。私はこう考えていますっていう自分の気持ちをバッて伝える、そういう瞬間においてはね必要かなっていうお付き合いの仕方でこのカードが入ってきていました。あとはそうですね、あなたのお気持ち、その言葉とともに気持ちが伝わっていく、乗っていくと思うので、今多分すごくなんかいろいろと考えていたりとか抱え込んでいること、そしてこれ包丁ナイフが降りかかってきてるというかねじゃないですか。だからこう今痛みに備えているっていうか予感してるんですよ。今こう来るんじゃないかって、なんか痛みが自分のところにやってくるんじゃないかっていう予感っていうか、そういう風に感じちゃってる。いつか自分が傷つく時がやってくるのかなとか、もうすでにそういう風に感じてる人もいるかもしれないし、それが嫌だみたいな感じでねバリアを張っていたりとか思い悩んでいたりとかするかもしれないので、そのあたりをもう少し周りの人たちに相談したりとか打ち明けたりとか、見せたくないって思うようなところは本当にね見せたくないような情報は見せなくてもいいんだけど、荷物代わりに持ちますよみたいな感じで周りの人たちが言ってきてくれてるから、あまり一人で責任を感じすぎることなく、周りの人たちと助け合いながらっていう感じで入ってくるかな、いいと思います。はい、じゃあこちらでもらっていきましたね。ではまた次に行きましょう。これをここに重ねていって、次はお友達、同性のお友達からどんな風な印象を持たれてるかってことで切っていきましょう。本当はねその全部並べられたらいいんですけど、ちょっと画角的にいっぱいいっぱいになっちゃうので、一つずつまとめながらまたやり直しやってます。それでは同性の方々からの印象です。おっと、こっち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 。はい、ではこれでもらっていきましょう。で、また今度は同性の方々からどのように見られているのか。はいはい、すごくね頼ってますよっていう感じ、あなたのところについていきたいっていうファンというか慕ってくれてる人たちすごくいるんじゃないかなっていうのが出てきています。それでね、でもね今の現状あなたは他に夢中になってることっていうか、それはねこれから先出していくんですけど、もしかしたら好きな人に今時間割いてるよとか恋人に時間使ってるよっていう方もいるかもね。なんかね忙しそうだなっていう感じで今の現状ね伝わってくるっていうのはあるかな。そしてそうですね、あなたの外見とか性格とかねどんな感じっていう風に入ってくるとすごく明るくて元気いっぱいで、さっき言った本当のあなたの魅力ってカラッとしてるんじゃないっていう風な感じで、入ってくるかなって。仲いい同性の方からはそういう風に入ってくるかな。明るい、そうですね、太陽の光のような感じで慕ってくる人もいるんじゃないかな。そして
さっぱりしてるというか、はっきり物事言うっていうところが出てきています。そういうところに好感覚、好感触っていうのが出てきていますよ。いいなっていうふうに思っている。落ち込む時とか嬉しい時とか喜怒哀楽はっきりしている人っていう感じで入ってきています。そうですね、なんかね、こう元気いっぱい、すごい元気だなって思う時もあれば、なんか落ち込んだりとか、映画見てめっちゃ泣いたりとか、感受性が豊かってことですよね。そう、なんかこう一人で気がついたら落ち込んでいて、落ち込んでるなって友達が思ってて、あれって思った瞬間にすごい元気いっぱいに走り回っていたりとか、なんか忙しい人っていうのが入ってきますね。ちょっと補充させてください。はい、そしてその同性のお友達からはそのように見られている他に心配な点も一つあるみたい。そっちじゃないそっちじゃないって思う時もあるんですって。心配なのかなあなたが間違った方向へ行かないようにっていう感じで、違う違うこっちよみたいな感じで思う時もあるみたいですね。なんて言うんでしょう、マイペースというんでしょうか。よく待ち合わせに遅れちゃうとか、っていうところもあるのかなっていう感じがして、それも含めてね、いいねっていう感じで入ってくるんだけど、なんかね、たまにもったいないこともしてるなっていう風には見られているかなと思います。そのもったいないっていうのは、なんていうのかな、時々見逃しがあったりとか、ミスがあったりとか、連絡漏れがあったりとか、そういうところかながあるかなっていうところはあるんだけど、でも全体的に何をあなたに今伝えたいのかっていうところで見ると、その頼りになるねってことです。結局そこにたどり着くなっていうところですね。みんなの話を聞いてくれるし、あなたは起点も聞く、そしてストレートに物事を言ってくれるから、こうパッとしてるんですよ。カラッとしてるっていう感じ。今ちょっと忙しそうにしてるけど、でも時間できたら遊んでよっていう感じですね。そしてたまになんかこう落ち込んだりとか、そうね、喜怒哀楽が激しかったりとかっていうところは、それも魅力の一つだよっていう風には感じてるけど、落ち込んだ時は頼ってほしいなっていう風にも出てきています。これが同性の方々から見たあなたの魅力、印象っていうところですね。はい。なんかね、光を照らしてくれるような存在なんですって。そしてみんながどうするっていう時に、もうここでいいんじゃないっていう感じでパッて決めてくれるようなところも好きっていう風に入っています。ではね、先ほどと同じようにオラクルから1枚もらっていきましょう。どんな風にじゃあ接していけばいいのかなって、今後ね、この同性のお友達とっていうところでもらっていきましょう。お家、居場所、安定、繁栄。いいですね。あなたのお気持ちを尊重してくれる方々だし、気持ち通じ合っていけるような仲間いるんじゃないんですかね。同性で親友みたいな方がいるんじゃないかな。お家の行き来できるような、お泊まりとかし合えるようなお友達がいると思うんですね。その方々との絆、これからも深めていけばいいんじゃないかなっていうふうにも出ていますし、あなたがほっとくつろげるような関係性をこれからも築いていけばいいっていうふうに出ています。だから、仕事忙しくって残業続き、家にも帰れない、たまになんかほっとしたいなっていう時の居場所として私たちいますよっていうふうにも言ってくれてるかなと思います。だから疲れた時は立ち寄ってねっていう感じですね。そして元気よく、もう今日はね、外に出て一人で行きたいんだ、泳ぎたい、海行きたいって時はもうバーってどうぞっていう感じで入ってくるかなと思います。はい、では次行きましょう。またね、こう重ねて、次は異性のお友達からどのような印象を持たれているのかってことでもらっていきます。そうですね、ではね、出していきましょう。
はい、1枚ここで出していって、よしだってでは開いていきましょう。はい、そうですね、なんかね、同じようなカードが出てきていますね。なんかやっぱりタイミング逃したりとかしやすいっていう感じで、例えばテンポがワンテンポずれていたりとか、それはあなたの個性なんですよね。個性ですよ。だからそれがいいんじゃないかなっていう感じでも入ってくるんです。そうですねっていうのがまず一番最初に入ってくる。で、今のあなたの印象っていうところでもらっていくんですけど、ガードしてませんっていうのが入ってくるかな。さっきの同性のお友達とはまた逆に異性のお友達っていうところになると、なんだろう、あなたの中で境目があるのかな、同性と異性の間に。こうなんかね、硬いなっていうのが入ってくる。それはでもね、いいことだと思いますよ。いろんな意味で。だから約束を守ってくれる、約束守るというか、口が硬いとか、なかなかあなたの情報が手に入らないっていう風に異性の方々から思われてるんですよ。だからそういう意味でガードが硬いで、守りに徹してるっていう感じで入ってくるんです。どちらかというと積極的ではなくて受け身っていう感じかなっていう風に入ってきます。そうですね。もう少し仲良くなりたい人っているんじゃない？いろいろとたくさんあなたと仲良くなっていきたいなとか、あなたに魅力を感じてる人いると思いますよ。だけどどうやって仲良くなっていけばいいかわからないっていう感じでメッセージが伝わってくるんです。そしてとてもあなたは年上の人から好まれるんじゃないかなというふうに出ています。これはね、でもね、恋愛対象ではなくて異性の方から見てっていう感じなので、その性別問わず異性の方から、異性の年上の方から声をかけられたりとか、親交が深まったりすることが多いんじゃないかな。可愛がられる、年上から可愛がられることが多いんじゃないかなと思います。そしてみんなね、あなたの可能性に心ときめいてるっていうか、この子磨けば光るんじゃない、伸びるんじゃないみたいな感じで異性の方々が感じてるんだっていうのが出てくるんですね。そして甘え下手なのかな、だけど可愛がってもらってるんだけど、素直に全部身を任せていけないところがあるような気がするんですよ。どうですか？異性の年上の方々に身を任せられないというかね、どこかこう緊張しちゃうのか遠慮しちゃうのかっていうところもあるのかな。だけどその年上の方限らず、あなたと仲良くなりたい異性の方ってすごくいっぱいいるみたい。でもね、チャンスがなかなかないのはあなたがガード硬いからだっていう感じで入ってくるんですよ。そうですねっていうところで入ってくるかな。ではオラクル1枚ね、もらっていきましょう。そのガードが硬いっていうことは、そのあれですよ、その相手のことをちゃんと理解しようとする姿だったりとか、あとはあなたが真面目で誠実で努力家だってこと、落ち着いてる、そうですね、年齢の割に落ち着いてるなって思われることも多いのかな。だから年上の方と気が合うとかってこともあるのかなっていう感じもしますし、どのようにお付き合いしていけばいいのか、贈り物、感謝、思い、信頼っていうカードが入っていますね。なるほど。これはね、なんかね、その精神的なつながりっていうところで入ってくるかなと思います。もちろんね、贈り物、プレゼントってこともワードとしてはいいと思うんですね。異性の方々とプレゼント交換ってこともいいとは思うんですけど、今伝わってくるのは物質的な贈り物っていうよりは気持ちっていうところ、感謝っていう気持ちもここにあるんですけど、あなたの考えを伝えていくことだったりとか、
そうですね、あんまり恐れる必要ないよっていう感じで入ってくる。あなたの方からもしあげられるものがあるんだったらあげる。そのあげるっていうのは気持ちで、その感謝の気持ちでいいと思うんです。ありがとうって一言声をかけるとか、おはようございますとか、今日は元気ですかとかでもいいと思いますし、その一言があれば全然違うんじゃないかなっていうのも出てくる。あとは向こうから贈り物をもらう時に受け取っても大丈夫っていう風に安心してみたいな風に入ってくるんですね。そこまで固く考えなくてもフラットに受け取ってもいいよっていう風に入ってくる。相手の方から昨日何してたのって聞かれた時に、昨日何していたかって話さなきゃいけないのみたいな風にもしかしたらびっくりして感じる方もいるかもしれないんだけど、もっとなんかフランクに昨日寝てたみたいな感じで言ってもいいのかなっていう感じも入ってきました。このなんか異性のお友達から見ると、ちょっと固めっていうか、誠実ってことですよね。あなたがちゃんと相手のことを知ってから深くお付き合い、友達としてねお付き合いしていきたいな、人として付き合っていきたいなってところを考えているんだろうなっていう感じは出てきていました。そして次は最後、恋愛対象の方々から見たあなたの印象です。では行きましょう。恋愛対象の方々から見た印象。ではね、これでもらっていきましょう。魅力的小悪魔ちゃんっていうのが入ってくるな。翻弄されてるっていうのが入ってくるな。すごいなんか魅惑的、なんか恋愛対象の方っていう風になってくると、でもなんかね、やっぱりねこのカード入ってくるよね。このカップのキングっていうのはね、今回3回目ですよね。4回見てきた中で3回入ってるから、だいぶこれイメージとか、周りからの印象として強いんじゃないかなっていうのが入ってくる。とてもね優しいんですよ。あなたが優しくての割に小悪魔ちゃんでね、周りをあなた多分自覚していないと思うんですけど、恋愛対象の方々勘違いしている人いるかもって。あなたの優しさを自分のことを特別だって思ってるんじゃないかっていう風に思われてる人がいるかもねっていうのが出てくるな。そうですね。なんかね、遠巻きで見てる人いるよって出てくるな。あなたのこと遠くからいいなって思ってる人、まだ距離近くないんだけどっていう方もいるし、距離近いって人もいる。距離近い人はすごくねあなたの魅力のパワーにやられていて、すごくねドキドキしたりとか、もう本当に恋煩いですよね、してるよっていう風に出てくるんですよ。そしてそうね、なんかね本当は思わせぶりな態度を取ってるつもりないんだけど、そんな風に思われるぐらい魅力出てるよって出てますね。そうなんですね。なんか虜になってるっていう感じで入ってきますね。そうか、それはね、いやあなたにはそのつもりがないんだと思うんですよ。だけどモテる、これ一番の方モテますね。恋愛対象の方々、今あなたのこと好きな人複数人いるんじゃないかなと思います。優しいですしね、もう全体的にあなたがお仕事関係の方々から恋愛対象の方々まで流れで見てきたんですけど、誠実であなたが世話好きなところもあるんでしょうね。
受け止めるのも上手だし、これね、異性の方々とどのように向き合っていけばいいのか、贈り物かね、さっきのね、異性のお友達と同じカード出てきていました。信頼関係とか、そうあなたの考えを伝えていくこと、もうあれですよね、共感していくことなんですよ。波長を合わせていく。だからたくさん持てると思うので、その中で自分の恋人候補というかね、本当に気の合う人をあなたが選んでいくっていう感じで入ってくるんですよ。たくさんいるから、モテるから、あなたのこと好きだ、いいなと思ってる人いるから、その中で波長の合う人を見つけていくっていうのが出てきているかな。どんな風に向き合っていけばいいのかって言ったら、波長の合う人見つけてっていう感じで入ってきます。なんかビビビってくる人を選ぶっていう感じです。あとはね、あなたはすごく優しいから、その感謝することって本当にできてると思うんですよ。だから逆に優しさがありすぎて、恋愛対象の方々からは、さっきね、異性のお友達からはガード硬いんじゃないかっていう風に出てくるんですけど、恋愛対象の方になってくるといいなと思ってる人がたくさんいて、でね、その恋愛対象の方から見るとですよ、遠巻きで憧れてますって人から、近くでもうあなたにドキドキしてますって人までいっぱいいるって出てるから、優しさを振りまきすぎっていう感じで出てくるんです。みんなの意見として、この好きだよって言ってくれる人の中の意見として、総まとめで言うと、いろんな人に優しくしすぎだよみたいな、僕だけを見ていてよとか、私だけに優しくしてみたいな感じで入ってくるのでもね、そこがたまらないっていうのが出てくるから、本当にあなたが恋愛関係を結んでいきたいと思う人、今この人がいいっていう人がいるんだったら、もうその人と信頼関係を強く育んでいくことで、今好きな人いないっていう方はいろんな人からモテてるから、その中で自分が気の合う人を自分でよく見て見つけていくことっていうのが入ってきています。はい、これがね、この1番をお選びいただいた方のそれぞれの関係性として見ていきました。どんな印象を持たれているのかっていうところでもらっていきましたね。はい、4回に分けて見ていきました。最後に1枚こちらからオラクルカードもらっていきましょう。全体を通じて好転へ向けてのアドバイス1枚もらっていきます。はい、こちらのカード、お花のカードです。ラッキーナンバーは4番です。ラッキーカラーはピンクです。魅力、成長、結果というね、カードが入っています。ラッキーアイテムはお花です。植物でもいいんですけど、お花っていうところ、観葉植物よりはお花ですね。飾るなり、お花柄を身につけるなりしてみてください。いいですね。あなたの魅力っていうのがこれからどんどん開花されていくでしょう。でね、そのために必要なことって自分の心、気持ちをオープンにしていくことなんですよ。全部じゃなくてもいい。できる限りでいいので、今ご自身でできることいろんな関係性の方がいるんだけど、仕事関係の方だったらこれぐらい見せてもいいかなっていうところを見せるとか、あとは異性の友達、同性の友達、恋愛対象の方、それぞれの関係性によって自分の気持ちの見せ具合とかも違ってくると思うので、その人付き合いに合わせてオープンマイハート、できる限りでっていう感じで入っていました。それがあなたの魅力が開花することにもつながっていきますってね、出ています。ではお選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきましょう。毎日っていうのを表しているカードです。自分自身を楽しませていきましょう。それがあなたの心身の回復につながります。自分が笑顔になれるようなことをやってみましょうっていうのが出てきていました。これはね、人によってはいろいろ違うと思うんです。
遊びに行くこととか外に出ていくことで元気いっぱい笑うとかって人もいるし、みんなと一緒にご飯食べたりする、ワイワイするのが楽しくて好きって人もいるし、一人でお家にこもってゆっくりとね過ごす時間が好きだって、一人でテレビ見て笑ってるのが好きって人もいるから、あなたの中の笑顔になれる方法でいいよっていう風に出てきています。もう少し開放的に毎日を楽しんでくださいねっていうのがアドバイスとして入っていました。今回は周りから見たあなたの印象についてもらっていっています。ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、周りから見たあなたの印象、魅力について見ていきます。関係性別で出していきます。よろしくお願いします。はい、ではタロットカードをシャッフルしていきます。今回タロットカード制約採用で見ていきます。そしてこの全部展開できたらいいんですけど、画角が収まりきらないので4回に分けて見ていきます。まずは、お仕事や、公共の場ですねの方々から見たあなたの印象、社会的関係性の方々ですね。そして次は同性のお友達から見たあなたの印象。そして3回目は、異性のお友達から見た印象。そして最後に、恋愛対象の方から見た今のあなたの印象っていうところでもらっていきます。魅力とかね、あと何か今現状を伝えたいこととかっていうのももらっていきます。はい、それではシャッフルして出していきます。まずはそうですね、お仕事関係の方とかね、例えばご近所付き合いだったりとか、社会的関係性のある方で見ていきます。1枚飛んだのでここでもらっていきますね。はい、ではここでもらっていきます。これがお仕事とかね、趣味とかなんか習い事とかね、そういうパブリックな場で見ている時の印象、魅力としてその魅力的ですよね。すごくあなたっていうのが存分に溢れ出てますよっていうのが入っています。憧れ的な存在に近いのかな。慕ってくれてる人すごくいますね。会社の後輩だったり先輩だったり、いろんな人から声かけられたりとかしませんか？お誘いもらったり、プライベートな関係性に発展させていきたいって感じてる方もいるみたい。男女問わずですよ。プライベートで遊びに誘いたいなとか、あと飲み会とか積極的に誘われたりとか、集まりとかね参加しないっていう風に言われたりとかもしてるんじゃないかなっていうのが入ってきています。ですが、あなた自身がみんなとワイワイやるっていうよりは、どうだろう、今のねモチベーション的には、あんまり人を付き合いするよりだったら家に帰って一人でゆっくりしたいなって今は思ってるのかなっていう感じがちょっとだけしますね。周りの人は変わらないあなたが好きみたいな感じで入ってくる、すごく人気だし、多分周りの人から見てあなたって
波がそんなないんですよ。イライラしたりとか落ち込んだりとかっていうのもなくて、いつも常に一定級の明るさを持っていたりとか、それを供給し続けているっていう感じで入ってくるんですね。だから憧れていたりとか、お近づきになりたいって人がたくさんいたりとかっていうのがあるんですけど、でも今のあなたのモチベーション的にはそこまで仕事付き合いの人とプライベートな仲になりたいって、どうしようかなっていう感じ、っていうところなのかなって。仕事は仕事で割り切りたいっていうところもある気がするんですよ。それがご近所付き合いだったとしても、ご近所付き合いここまでみたいな線引きしたいっていう感じで入ってくるんですけど、どうでしょう。じゃなかったら、その線を踏み込んでいくかどうかで今自分自身考えているかなっていうところがあるのかなっていうふうにも感じられますね。あとはあなたからの一声を待ってるっていう感じで入ってくるんですね。お誘いしたらって言ってほしいなとか、それはプライベートじゃなくても仕事の情報交換だったりとかでもそうなんですけど、これどうですかって、この案件どうですかって言われた時に、あなたにいいねって言ってもらえると安心するみたいな、判断してほしいっていうところも出てくるので、これね、ジャスティスであなたがジャッジするような立場にいらっしゃるのかもしれません。仕事関係とかでもそうだし、なんかリーダー的で、立場で何かを決めたりとかするような存在なのかもしれなくて、あなたに判断委ねていますよっていうところがあるんです。なので何かをね、公平に見ていかなきゃいけない立場だったりとかっていうのもあるんじゃないかな。だからプライベートと仕事を分けなきゃっていうふうにご自身で強く意識されているのかもしれませんね。なんかね、そういう感じで入ってくるかな。でも仲良くしたいんだったら全然してもいいし、でもそこはあなたのさじ加減ですよね。自分の気持ち優先させればいいので、やっぱり線引きだよねっていう風に思うんだったらそれでいいしっていうところであるかな。でもこの公の方々から見ると慕われてるなっていうのが入っていますね。で、何か今ね、決めてほしいこととかなんかあるみたい。あなたの意見が欲しいとかっていうのがあるみたいですよ。あとはお話聞かせてとかね、意見聞かせてっていう感じで入ってくるんですね。そしたら、じゃあこの方々とどのように、関係性を育んでいけばいいのかっていうところで、なんかちょっと頑張りすぎかなっていう感じでも入ってくるかな。今の状態のあなたが周りの人たちからそんな風に見えてるかも。だからあんまり頑張んなくていいよっていうのも入ってくる。蝶々のカードですね。復活、再生、蝶々、幸運ですね。そうですね。精神的なつながりっていうところを求められている可能性もありますね。とってもあなたが美しいのでね、あなたとお話できた日はラッキーみたいなことを思っている人もいると思う。でも復活再生っていうワードが入ってきているから、例えばね、そのお仕事付き合いの方々と線引きしていて、一回なんか崩れたこととかバランス崩したこととかもあったのかな。関係性を見直したりとかして、やっぱり線引いた方がいいかなってあなたの中で思っていたようなことを、そこをもう一度再生する時だって、こんな風に付き合っていけばいいよっていう風に再生っていうワードが入ってくるんですね。より良いものへしていくためにまた再構築していくお付き合いの仕方、それはそのプライベートで仲良くなるとかじゃなくて、多分ね、今まで1回2回ぐらい何か関係性がちょっとバランス崩れたようなことあったんじゃないかなって思うんですけど、そこをより良いものにお互い納得できるような関係性に持っていくために働きかけてもいいんじゃないかなっていうアドバイスのカードが入っていました。じゃあ、これをまた戻して、次は同性のお友達、プライベートの関係性でどんな風な印象を持たれているのかってところで学っていきます。
はい、もらっていきます。では、同性のお友達、特別な存在っていう感じですね。だけど聞き役ですかね。あなたはお友達の中、同性の間ではみんなの話をどちらかというと受け止める側なのかなっていうところが出てきているかな。でもすごく特別な存在だよって、個性的なのかな、かもあなたのことを特別にもう大親友だっていう風に感じてる同性の方がいるんじゃないかなっていうのが出てきています。そして、でもね、少しね今バランスが取れていないんですよね。例えば友達からすっごく今相談受けていてとか、いっぱいいっぱい聞いてるんじゃないんですかねっていう感じで入ってくるんですね。お友達の話すっごくたくさん聞いて相談乗ってませんかっていう感じで入ってくるんですか。でもそうだな、聞いてるっていう感じで入ってくるかな。か自分が逆に相談しているか、どちらかなんかバランス取れてないよっていう感じで入ってくるんですよ。一方的にどちらかが負荷がかかっているような感じで入ってくるので、それはお友達があなたにああでもないこうでもないって私の相談聞いてって感じで永遠と話をあなたが聞いてるのか、またはあなたが悩み事があって友達にずっと相談しているっていう関係性が続いているのかっていうところに対して程よい距離感が今保てていないのかなっていう感じはします。だからといってね、あなたのこと嫌いとかそういうことじゃないんだけど、でも特別な存在でいる人がいるんじゃないかな。あなたが頼りにしている人だったり、あなたを頼りにしている人がいるんだけど、その人との間の今なんかバランスがうまく取れてない気がするんですよね。それは何だろうかなっていうところで、やっぱりどちらかが一方が溜め込んでいるものをずっと聞いていたりとか受け止めていたりとか、どちらか一方が放出 しすぎていたりとかっていう感じで入ってきています。そこに対してね、今あなたも正していきたいなとかバランス取っていきたいなって思ってるところもあるんじゃないかなと思うんですね。はい、ここはね、同性のお友達に対してはそうね、なんか恋愛話で盛り上がってる感じもするんですよ、片方がね。でももしあなたが向こうの話を聞きすぎてしまってるなっていう時は、ちょっと距離を置いてバランスをとってみたりとかっていうのは必要だなっていうのは出てきているし、もし逆だったらあなたが知らず知らずのうちに恋愛相談をたくさんしているなって今我に返ったらはって思うようなところがもし出てきたら、少しそこセーブするといいかもねっていう感じ。逆にあなたは何かないっていう風に聞いてあげるとかねっていうバランスっていうところで入ってくるかなと思います。ただでも付き合いが長い方多いんじゃないかなと思います。では、その方とねどんな風にこれから付き合っていこうかな、付き合っていけばいいかなっていうところで1枚もらっていきます。感謝のカード、信頼、贈り物のカードですね。これも気持ちを通い合わせていくことっていうことです。そうですね、感謝っていうことが入ってるので、感謝の気持ちを伝え合うことで、あなたができることだから自分で感謝を伝えることっていうのが大切だよっていうのが入ってきていました。で、実際に贈り物をし合うってこともそうなんですけど、でもその贈り物って物じゃなくて気持ちの贈り物してくださいねっていうのが入っていましたね。はい、でこちらが同性のお友達との間の、今の印象だったりもしました。では次、
異性のお友達のプライベートでのあなたの印象をもらっていきます。はい、ではめくっていきましょう。異性の方々から見たあなたの印象としては、小悪魔ちゃん、小悪魔ちゃん、またね、ワンドのクイーン、ここね、真ん中に来ましたね。なるほど。心決まってる人いますかっていう感じで入ってきていますね。今自分の中で異性のお友達と、あと自分の好きな人との間にはっきりとした境界線を持ってるのかなっていうのが感じられます。で、仲いい友達いたのかな、異性のお友達がいたんだけど、今ちょっと好きな人とか恋人がいるからっていう感じで少しね疎遠になってるとか、あとちょっと距離を置いているあなたの方からっていう感じ、はっきりと、違いを示してる感じ。好きな人にはデレ、友達にはサバみたいな感じで、使い分けてるなっていうところが出てきているかなと思います。ただそうね、あなたでもすごく魅力的よっていうのが入ってくるから、友達から恋愛関係に発展したりとか、あと異性の友達から告白されたこととかも結構あるんじゃないかなって思うんですよね。そしてそうね、あなたは異性の友達関係では満たしてあげられないような人っていう風に入ってくるんです。めちゃくちゃ魅力的、異性として魅力があるよっていうのが入ってくるんだけど、でも友達関係だと満たしてあげられないってあなたの気持ちだったりとかっていうところ、その友達の垣根を越えていかなきゃ満たしてあげられないところあるなっていうのを感じてるっていうのが出てきています。そしてやっぱりね、友達と好きな人っていう感じでちゃんとあなたが区別しているってところが出てきていますから、それがね、向こうから見てあなたのこと友達だって思ってるんだったら、それはそれで別にいいですよね。そう頑張ってみたいな感じになるんですけど、友達として密かにあなたのこと好きだって思ってる人いるかもって入ってくるんですよ。で、友達の状態から気がついたら曖昧な関係性とか、例えばね、あと気がついたらいつも一緒にいて付き合ってんじゃないのって言われたりとかするような人もいるかもしれませんね。だけどあなたの中ではちゃんと線今引いてるって感じにします。だから好きな人いるのかなっていうふうに思いました。はい、ではどのように付き合っていけばいいのか。パンダのカード、孤独、自立、自由っていうね、グレーのカードですね。自立していくこと、そうですね、ちゃんとでも住み分けできてると思う、あなたの中で。友達は友達、好きな人は好きな人みたいな感じで、そうでもね、魅惑的なんですよね。小悪魔ちゃんのカードが入ってるから、そうあなたのことを異性として恋愛対象として意識しちゃうんだよねっていう異性のお友達いると思う。で、あなたがそのお友達とお付き合い、恋愛関係としてお付き合いしていこうって思うんだったらそれで OK なんだけど、いや友達関係でいたいんだよなっていう時は、ちゃんと今線引きできているから、今は大丈夫なんだし、これから先もそうなっていくだろうから大丈夫なんだけど、その曖昧な関係にならないっていうところがこの異性のお友達とのお付き合いの仕方として入ってきています。あとはね、誤解を招くようなこととかっていうのもないようにってことはあるんだけど、
でもなんかね、振り向いてほしいって人がいるみたいですね、お友達の中に。あなたにもしその気がないんだったら、そこはもう本当にもう分かりやすく好きな人いるんだよねっていう風に言っちゃってもいいし、もう何かしらの形で線引きすることっていうのが出てくるかなと思います。はい。では次なんですが、これね、一回ねこういっぱい出てきてるのでしまって、恋愛関係の方々、恋愛対象の方々からの印象をもらっていきます。はい、これでもらっていきますね。ではめくっていきましょう。恋愛対象の方々から見たあなたっていうのが、素敵ね。そうですね、とてもねエレガントな人っていうのが印象入ってきていますよ。そうですね、すごく優しいんじゃないかなっていうのがあります。あなたが大和なでしこ的な感じだけど、それプラスエレガントさ、品の良さっていうのが入ってくるので、ただ塩らしいだけじゃない、そこに品とか優雅さっていうのが足してあるから、かぐや姫みたいな感じですね。そう、なんかこのね、控えめな感じもするんだけど花もあるしみたいな感じで入ってくるから、この恋愛対象の方々から見たら、あなたって高嶺の花みたいな感じなんですよ。かぐや姫もほら高嶺の花じゃないですか。たくさんの結婚申し込み者がいてみたいないう物語ありましたよね。そんな感じで入ってきてるかなって思います。仲良くなりたいって言われていますよ、恋愛対象の方から。だけどこれはあなたは簡単にコロッと落ちないんじゃないかっていうのが入ってるんですね。だから一生懸命アプローチしなきゃっていう感じで思ってるみたいだから、本当に告白考えていたりとか、あとお近づきになるために今具体的にアクションに起こそうとする人が今いるみたいですね。あなたの心はどうかなっていうところを知りたいんですけど、恋愛対象の方々から見ると、もしかしたら気がついてもらえていないかもみたいに思われてるので、どうかな、あなたがもし気がついていれば、ピンときてる方がもしいれば、その方本気ですよ、あなたに対して。で、これから行動に起こそうとしているんじゃないかな、もしくはもう起こしてるんじゃない、アプローチしてるんじゃないかなっていうのが出てきています。はい、気づいてよっていう感じで入ってくるし、アプローチしに行くので振り向いてくださいっていうのが入ってくるかなっていう風に出てきてます。これがね、自分の好きな人だったらすごく両思いハッピーっていう感じがするんですけど、恋愛対象の方から見た印象ということで、すごくね魅力的な方、尽くしたいって思う。だからかぐや姫ですよ、みたいな感じで、高嶺の花で優雅で品があって花があってっていう感じで入ってくるんです。ではこの恋愛対象の方々とどのように付き合っていけばいいのか。あなたの魅力が開花するのはコンパス、目標、着実に、そうですね、あなたの考えを伝えることっていうのも必要だし、あとイメージすること、思い描くイメージの力って大事よっていう風に出てきますね、このカードからは。そしてあなたが恋愛対象の方々とどんな関係を結んでいきたいのかってことにもよるんですよね。でもこれを見る限りだと複数人からモテてるんですよね。今現在好意を寄せられているんですよ。
で実際にもうあなたに告白している人とか近づいている方もアプローチしている方もいれば、ちょっと遠くから今動こうって思っている方もいるから、それぞれに対してあなたがどんな風に付き合っていくのかっていうのを指針をちゃんと示すことっていうのが付き合い方で入ってきています。自分の考えを示すことっていうのもそうだし、その中に好きな人がもしいるんだったら、もう私この人っていう風に言えるので、それはすごくいいですよね。で今出会いを求めてるって方はすごく今モテ期に入ってるから、そうね、あなたが気の合う人だったりとか波長の合う人、もうこの人っていう風に決めるってこともいいかなっていう風に思います。あとはお付き合いするんだったらこういうお付き合いしていきたいんだよねってことを相手にお話しすることっていうのもいいのかなっていう風に入っていました。でも今モテ期っていうのが入ってくるかな。はい、ということで今回は見ていきました。ということでね、そしてあとはオラクルカード1枚使って全体的なアドバイスを出していきます。一回しまっていきます。今あなたに全体的なアドバイスとしてより良い魅力を開花させていくためのアドバイスをください。はい、お花のカードです。魅力ですね。成長と魅力を表しているカード。あなたの心のピュアなところっていうのを大切にしてください。今ねモテ期に入ってるよって話もしたし、それ以外でも、公共の場でも、モテてるんじゃないかなっていう感じもするし、あとは同性のお友達とはバランスのこと、そして異性のお友達とはどんな風に線引きしているのか。でも異性の友達からもモテてるよっていう風に出てきてたので、かなり今モテ期だと思うんですね。そうで、より良い魅力開花していくために自分磨きってことも大切だし、あとはね、あなたのピュアな気持ちですよ。純粋なところに潜っていくと、どんな人がタイプなのとか、どんな交際したいのとか、あと本当にあなたが今やりたいこと、今恋愛ちょっとお休みしたいんだよなっていう方は無理して相手に合わせる必要もないし、あなたの純粋に楽しめるようなお気持ち大切に持ってくださいねっていうのも入っていました。お花出ていますので、お花がラッキーモチーフだし、ピンクがラッキーカラー、4番がラッキーナンバーで入っていました。そうですね、なんかお花柄やお花のモチーフのアクセサリーっていうのもいいでしょうね。もうちょっと、気持ちを楽に、気持ちというか考え方か思考を楽に持っていってもいいんじゃないかなというふうに入っています。ただね、このエレガントなあなたに似合うお花だなというふうに感じましたね。そしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。これは自分の考えをコントロールするというカードです。あなたの考え方が現実を作り出します。何事もポジティブシンキングというふうに入っていましたね。いろいろと、関係性だったり、どこまでね愛情を示していけばいいのか。その愛情っていうのはもう好きなお相手とか、あとはもう親睦を深める意味の慈愛とかね、愛情とかもいろいろありますよね。その愛の種類っていうのをどこまで示していけばいいのかっていうところで、あなたが考えたりとかすることも悩むこともあるかもしれないけど、でもね、明るくポジティブにあなたの考えていることが現実を生み出していきますよっていうのが出てきていました。はい、こちらをお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、周りから見たあなたの印象、魅力についてもらっていきます。よろしくお願いします。はい、今回は、カードを全部並べきれないので、関係性別にそれぞれ展開していこうと思います。タロットカードシャッフルして制逆採用でもらっていきます。関係性別というのは、まずはお仕事関係とかパブリックな関係性ですね。公共の場の
関係性から見たあなたの印象や魅力、そして次は同性のお友達から見たあなたの印象魅力、次は異性のお友達、そして最後に恋愛対象の方々から見た、魅力、印象っていうところをもらっていきます。そしてでね、その4回に分けて見ていくので、本当はね全部一気に出していければいいなと思ったんですけど、価格の問題的に分けてやっていこうかなと思います。ではね、よろしくお願いします。はい、では、めくっていきます。チャリオット、これは、公共の場で見ているので、今なんか積極的に動いていることっていうのがあるのかなっていうのが出てきています。ただし、そうですね、なんかね疲れてるっていう感じで入ってくるんですよね。自分の痛み気づいてますっていうことを伝えたいですっていうのが入っていますよ。無理してませんかっていうのが出てきています。そう、とてもね力強いんですよ、このカードっていうのが。すごく一番多分この5枚中一番ね今のあなたっていうのを表しているカードだと思うんです。夢目標とか、今これパブリックな場なので、仕事だけではなくてね、人付き合いだったり、ご近所さんとかねとのお付き合いとかの間で、あなたが今これやっていこうって思って進んでいることってすっごく大きいことあると思うんですけど、でも大丈夫、疲れてないみたいな感じで見えてるよっていうのが入ってくるんですね。すんごい今モチベーション高いんだけど、実は抱えてることないみたいな、なんかこう責任感を感じてるのかな。なんか進めていきたいとかじゃなくて、進めていかなきゃいけないみたいな、自分振り絞ってやっていかなきゃみたいな感じになってませんかみたいな感じで入ってるかなって出てきています。もう少し柔らかくいてもいいよっていうのが出てくる。すごくそのあなたの勢いとか行動力っていうのは頼もしいんだけど、もしねあなたが疲れていたりとか心痛めてまで無理して進めることないよっていう風に出てくるんですよ。そうですね、焦らなくてもいいよとかっていうのも入ってくるので、そう、本当だったら素のあなたってそこまで積極的じゃないのかなっていうのが伝わってくるかな。なんかね無理してるっていう感じ、今これやらなきゃみたいな感じで、期限がついてるとか目標に向かって今やらなきゃ、いつやるのみたいな感じで自分のやる気を振り絞ってるところなのかな。でも一呼吸置いてもいいよっていう風に周りの人が感じているし、でもね頑張りを評価しているところもあるんですよ。あなたがすごく頑張ってることに対してすごいなって、よく頑張るなって、もしこれであなたが自分の痛みを抑えながら、傷口を抑えながらそれでもやっていくんだっていうね戦士のような人だったら、本当にその勇気ってすごいよねっていうところが印象として入ってきてるんですね。ただしもしね本当に疲れてるんだったら、もうちょっとねゆっくりでもいいよとか、自分いたわってねっていう風に入ってくるかなっていうのが出てきていますね。
そしてあとは、本当のあなたってそこまで積極的じゃないんじゃないみたいに入ってくるんです。例えばね、本当は一人でゆっくりするのが好きとか、まったりしてる方が好きっていう感じだけど、今はその目標があるとか、これやんなきゃみたいな責任感に駆られて無理してるところがあるのかなっていう感じがしますね。はい。ってことで、この公共の場の方々から公共の方々とどのようにお付き合いしていけばいいのか、これから今の現状のあなたっていうのがものすごい勢いのあるんですよ。なんか節目迎えてる方もいるかもしれませんね。忘れたいものがあるから今仕事に没頭しているとかね。でも勢いもう弱めでいいよみたいな感じで、あなたの中ではキャンプファイヤーみたいな感じの勢いボーっていう感じが出てるんだけど、でも灯火でいいよっていう感じもするし、もし疲れてるんだったらね、あなたが傷ついてるんだったら、剣のカードが入ってくるな、剣と剣が入ってきたので、そうですね、やっぱり傷負っていませんかっていう感じで入ってくるのね。でもし自分が仕事とかその公の場で傷つくようなことしてまでお付き合いしていかなくていいよって、人と絡んでいかなくてもいいし、無理して頑張っていく必要ないっていう感じで入ってくるのね。だから休んでもいいよって、本当は一人時間大事なんじゃないかな、あなたの中で。ほっと一息つく時間だったりとか、自分の好きなこともやりたいけど、でも今それを一回置いといて、仕事すっごく集中してるとか、めっちゃ忙しいとかっていうのもあるのかなって、自分の痛みに見て見ぬふりして頑張って進まなきゃっていう風に自分自身追い込んでるような感じもするので、それが対人関係で仕事付き合いしづらいなとか、傷つくようなことあるとか、誰かと比べられて嫌な思いするって、それから逃げたい、逃れたいっていう方は、無理して人付き合いする必要ないよ、一人でいいよっていう感じ、もう自分の好きな空間にいることがいいっていう風に出てくるし、人間関係はそんなんじゃないんだけど、確かに忙しくて自分追い込みすぎてるなっていう風に今パッて思った方は、ちょっと一回休むってこともいいかもね。ストップがかかってるかもしれないですね。はい。ただね、あなたが頑張ってることっていうのは、すごく自分の傷を負いながらも向かってることって本当にすごいパワーのいることなんだってことをみんな知ってるからねってことはね、忘れないでっていうのが入ってきています。はい、それでは次、同性のお友達から見たあなたの印象、今の関係性とかももらっていきましょう。はい、ではめくっていきますね。いいですね、お友達。モテモテで、同性のお友達からいいですね。仲良くしてっていう感じ。今も十分仲いいし、友達と遊んでますよねっていうのが出てる。もちろんなんかね、仕事付き合いでプライベートでも仲いいって人もいる、そういう関係性のお友達もいるし、同性のお友達でグループになっていたりとか、よくね遊ぶんですっていうね、こう決まったグループがあるのかなっていう感じもするし、柔らかい、とにかくその同性の方の印象として、あなたってすごく優しくて人懐っこくて柔らかい、そしてコミュニケーション力が高い
っていうのがある。コミュ力高い人っていう感じですね。流行にも敏感だし、おしゃべりも好きっていうね、一緒にいて楽しいんじゃないかなっていうのがあります。はい。そしてそうね、その流行り物が好きっていうのがあるみたいですよ、同性の方から見て。だからおしゃれだったりとか、流行りのものを取り入れるのが上手だったりとか、あとお部屋も綺麗な方多いんじゃないかなと思いますね。はい、とにかくみんなで集まってワイワイやるのが好きっていうのが入ってきます。はい、ただね、今ね、その同性の方々が今あなたに伝えたいことっていうと、あれかな、恋愛あまりうまくいってないというか、悩んでる方いるのかな。恋愛相談受けてるよっていう感じのメッセージが今入ってくるんですね。どうだろう、友達に相談してるとかでいません？なんか彼氏のなんか相談してるとか、恋人とか好きな人の恋愛相談してるとかって、そういうあなたが恋愛に対して苦戦しているところとかを見てますよっていう感じで入ってくるのかな。どうかな。あなたといてすっごく楽しくて、友達としてもうすんごいいい時間共有してるっていうのが出てくるんだけど、今でも伝えたいこととしては、そうだな、もし恋愛じゃなかったとしたら、そうね、オラクルもらってみましょうかっていうか、もらうんですけど、そうね、恋愛じゃなかったら悩んでることないっていう感じで入ってくるんです。実際にでも友達とすっごく仲良くやってるから悩み相談してると思うんですね。2つ出てきた。悩み相談してたら、あなたが悩んでることを友達も同じ痛みとして、同じ悩みとして共有してくれてるっていう感じで入ってくるかな。宝石、純粋、浄化、輝き、魅力を表す紫のカードと、雨、掃除、浄化、天の恵み、ね、浄化が2枚ね共通で入ってくるから、あなたってすごく輝いてるんですよね。周りの同性の方々から見てキラキラしてるの。でも今そのキラキラをもっとキラキラにするために、曇ってるところ磨いていく、キュッキュッキュッって拭いていくような作業が必要だねっていう風に出てくるかな。今ちょっと心が疲れていたりとか悩んでいたりとかするんじゃないって、泣いていたりとかするのかな。今それを友達と一緒にいることですっきりさせたりとか、楽しい気持ちで満たしてあげたいっていうのが伝えたいって、優しい友達ですよね。同性の友達、優しい人、寄り添っていません？あなたのところになんかね、そういう友情を感じるな。あなたに輝いていてほしいんですって。だからあなたの輝きを取り戻させたいというか、輝きを曇らせるようなことがあるんだったら、それをキュッキュキュッキュしたいってことを言ってくれてるから、今そのあなたにとってデトックス、友達っていう付き合いを通してデトックスしていこうっていうことを教えてくれてるんですね。今ね、この同性のお友達、とても大切にしていくといいんじゃないかなって。何かね、今すっごくね力をあげるっていう風に出てくるので、悩んでること相談してると思うんです。で、友達を通じてスッキリするようなことあったりとか、あとはもう実際に友達と過ごすことであなたの心が浄化されていく。だからその自分の心をクリアにしていくために、友達とどっかに出かけるとか何かするってこといいかもしれませんね。では次、異性のお友達から見たプライベートのあなたの印象や魅力っていうのをもらっていきます。中断してしまって申し訳ありません。今インターフォンが鳴ったので、再度こちらから仕切り直しをさせていただきます。では異性のお友達からの印象や魅力もらっていきましょう。もう一度シャッフルしていきます。
はい、ではもらっていきましょう。はい、そうですね。異性のお友達から見た時のあなたの印象で、あと魅力ね、もらっていくんですが、何かね、一緒に遊びに行ったりとかするような仲のお友達いるみたいですね。あなたと一緒にいるととにかく安心できるとか、あとは人同士がつながるっていうのが入ってくるので、あなたが誰か友達を紹介してまたさらに友達の輪が広がったりとか、あとはずっと長くお付き合いしているお友達がいるよっていう方もいるかもしれません。異性の幼なじみみたいな感じで、あと高校からずっと友達なんだよねとか、そういう長いお付き合いのお友達もいるだろうし、あなたとこれからも異性のお友達として、仲を深めていきたいというか、ずっとねお付き合いしていきたい、恋愛関係とかではなくてお友達として今まで通りずっとね付き合っていきたいなっていう風に考えているみたいですね。それを今伝えたいんだってことも言ってくださってますね。またはあなたの痛みとかも打ち明けたりとかしているかもしれません。あなたが異性のお友達にこういうことあったんだけどどう思うみたいな感じで飲みに行った時に愚痴っぽくなっちゃうんですけど、そういう話とか、お互いのいろんな話とかを、痛みとかですよね、悩みとか痛みとかを打ち明けられるような存在なのかなっていう風に入ってきています。そしてあなたの魅力として意外性のあるところっていうのが入ってくるんですね。そうなんかしっかりしているように見えて実はドジっ子だったりとか、ストレートな人に見えて実は悩みやすかったりとか、夢見がちなように見えて実はそうじゃなかったりとかっていうギャップっていうところに魅力を感じているみたいです。中にはあっと驚くような個性や才能をお持ちな方もいるんじゃないかなっていう風に出てきています。この異性のお友達の方々からすごくね好印象で思われています。ただあなたが痛みを抱えていて最近それをお友達に打ち明けたりとかしてるのかなっていう風には感じています。はい、なんかねいつも一緒にいるととにかくワクワクとかびっくりが止まらないような関係性だよってことが言われていますし、長くお付き合いしていく。だから今あなたが抱えている痛みとか、そして悩み相談とかを受けていても、それを受け止めて一緒に向き合っていくよっていう風なね、優しいね異性のお友達だなっていう風に感じましたね。はい、そしてそうですね、この異性のお友達とは恋愛関係に発展しない本当の男女のお友達っていう感じの関係性の方いるんじゃないかなっていう風にも入っています。ただその恋愛関係にはならないかもしれないけど、その人として人間としてあなたに魅力を感じているし、長くお付き合いしていきたいよってことは出てきていますね。あなたがとても柔らかいような印象を同性の異性の方々は思っているみたいですね。いいんじゃないかなっていうふうに思っています。あとはこの異性の方々とそうですね、前にね例えばどちらかが好きとか、ね、恋愛関係になるならないみたいなことになった時もあったかもしれないけど、でももうそこは乗り越えている、もうクリアになっているんじゃないかなっていうのも出てきているんです。今まで異性のお友達とそういうことあったかもしれないけど、でもこれから先はね多分ねお友達としてっていう風なお付き合いを続けていくんじゃないかなと思いました。はい、なんかね恋愛頑張ってねってあなたの恋愛を応援してくれているような異性のお友達ですね。はい、とってもいい、なんかチームワークみたいなのができていますので、あなたの悩みとかがあっても支えてくれるっていうところが入っているかなと思います。ではオラクルカード1枚また引いていって、この異性のお友達と今後ねどんな風に付き合っていけばいいのかっていうところもねもらっていきましょう。はい、お月様ね、不安定、リズム、直感っていう風に出てきています。そうあまり頭でいろいろと考えなくてもいいよっていう風にも出てきています、ね、お月様は神秘的なふんわりとしたような
光を感じるんですが、お友達とあなたのリズムっていうのがそれぞれあると思うんですね。あなたからしてみたら恋愛関係に発展するかしないかってことで一時期悩んだりとか迷ったりとかするような関係性だったお友達も過去いると思うんです。現在もいるかもしれないんですけど、その方と恋愛関係に発展させていくかいかないかってところで、実際あなたが今現在悩んでるっていう場合もありますよね。どちらかだと思うんですよ。過去にそういうことがあったけど、今はもう異性のお友達として付き合ってるよっていう方と、あとは友達関係なんだけど、そこから恋愛関係に発展させるかどうかっていう風にあなた自身が悩んでいるっていうね、どちらかだと思うんですね。でもお互いのリズムっていうのがあるので、そのあたりをうまく育んでいくっていうのがアドバイスとして入っています。お友達としてお付き合いしていくのか、それとももう恋愛対象としても見ていくのかってことは、お互い合わせていく、すり合わせしていくことっていうのが入ってくる。でもちろんね、その異性のお友達の中でもあなたに対して好意を持ってる方もいるんですよ。恋愛関係に持っていきたいなって思ってる人もいる。だけど今のあなたの現状がお疲れなのかなとかお悩みなのかなっていう風に乱れていますから、そこに今恋愛どうみたいな感じで声かけられないっていう風に思っているんですね。周りの異性の方々は好意を持っている方はですよ。もちろんそのお友達としてあなたとお付き合いしていきたいなって方ももちろんいますし、そうどっちもっていう感じなんです。いずれにしろ長く付き合っていきたいってことはそうです。あなた自身も恋愛関係に持っていこうかどうかってことでもし悩んでるのであれば、そのあたりね、見極めていくことってことも大切になってくるかなというふうに出てきています。あなたの心でもうすでに湧き出れているというか、この方とは恋愛関係になっていけるかもっていう期待があるとか、自分の好みのタイプとかね、あとは好きな人と今友達関係でそこから発展させていきたいって考えてるとか、いろいろと考えてると思うんですよ。あとはもう一つ、異性だけどもうこの方はずっと友達っていう風に決めているみたいな感じで、カテゴリー分けされていると思います。ただね、今あなたの現状がかなり今まで辛かったことがようやく抜け出していくってところなので、異性のお友達との間で悩んでいて、そこから今抜けたよって方もいると思うし、もうお友達関係なく今自分自身の生活が大変だったんだっていう方もいたと思うんですよね。その悩みも聞いていたっていう風に異性のお友達が言われていますから、だからね、どちらかなというふうに思っています。異性のお友達から見たあなたっていうのはすごくギャップのある人っていうのが入ってきていましたね。でもそこがね、すごく魅力なんだよってことも入ってきていました。では次に恋愛関係の方々から見たあなたの今現在の様子や印象、魅力っていうのをもらっていきます。もしかしたらこの異性のお友達から発展する関係性の方もいるかもしれませんね。今のこの異性のお友達関係を見ていくと、可能性があるのかなっていうふうにも感じています。ではね、恋愛対象の方々からはどうでしょうか。これでもらっていきます。ではめくっていきましょう。恋愛対象の方々から見たあなたっていうところで、これ同じカード入ってきていますよね。これやっぱり異性のお友達の中で今あなたの気になる人がいるんじゃないかなっていう風につながって入ってきています。で、今恋愛対象の方々からあなたに伝えたいことっていうのが、今ひどくやっぱりあなたが悩んでいたりとか、やっぱり恋愛関係として成立できないことであなたが悩んでいたりとかで、結構ね、困難な恋愛、こじれてるような恋愛関係だっていうのが出てきているんですよ。だから今
その好きなお相手と恋愛関係に発展させようかさせないかってことです。本当に今それで目いっぱいなんですっていう方で、他の恋愛対象の方は今目に入っていませんっていう風なね、見ている方っていうのが多いんじゃないかなっていう風に出てきています。なんとかしてこの恋愛関係発展させていきたいっていう風な思いが強く出てきていますね。だから多分この3番をお選びいただいた方っていうのは、もう好きな人しか見えていませんっていう方が多分多いと思うんです。でもそれを抜きにして恋愛対象の方々からあなたのことどう見えてるのかなっていう風に出てくると、やっぱり今現在すごく悩みを抱えていたりとか、もうね限界なんだっていうことが出てきているんですね。もしくはでも今これ現状で出しているので、そうなんですよね、あなたが今いっぱいいっぱいなんだっていう風に見えてるよっていうのが出てきている。そして話しかけづらかったりとか、それはあなたがね悩んでいたりとか、今一直線に好きな人しか見えていませんっていうような状況だから、そこに今入り込んでいく隙がないっていう風に他の方々は見えているみたい。その恋愛対象あなたの好きな方じゃない人たちから見たら、今は入っていけないのかなって、あなたには夢中になっている人がいるのかなっていう風には見えています。そしてあなたはコンプレックスを感じていたりとかもしますか？例えば自分の見た目に対してとか性格に対して、こういうところをなんとかしないと好きな人に振り向いてもらえないんじゃないかなとかって思ってるところがあるんじゃないかなっていうのが出てきていて、それでネックになってしまって進められない恋愛関係っていうのが入ってきているんですね。自分のコンプレックスから抜け出せない。なんか恋愛対象の方々っていうよりは、これ今好きな人っていう感じで入ってくるんです。で、好きな人との間でうまくいかないみたいな、それは友達関係の中にいて恋愛関係に発展していけない、ちゃんと正式な交際に発展していけないっていう感じで入ってくるんですよね。ただこの好きな方から見たあなたのイメージっていうのが、自信ないあなたがコンプレックスを抱えていて動けないと思うところに対してもったいないなっていう風に感じてるんですよ。もっとあなたの魅力をどんどんと伝えてほしいっていう風に入ってきてるんですね。で、これは今多分ね、これあなたの好きな人っていう感じで強く入ってきてるので、好きな人以外の方からでもらっていきましょう。好きな人の方々以外、2回言ってしまった。はい、そしてすみません、もらっていきましょう。そうですね、小悪魔ちゃんのカードが入っていますね。なんかでもすごく忙しい、モテていたりとか、あなたがでも自分の方を向いてくれなくて、恋愛対象の方々からはやっぱりあなたが他に夢中になってることあるんじゃないかっていう風に見られていて、それは他に好きな人がいるとか本命がいるとかじゃなくて、あとは仕事が忙しかったりとか、何か他にやることあるのかなっていう風には見えている。だけどすごく魅力的だっていうね、悪魔のカード、小悪魔ちゃんのカードが入ってるから、その忙しいあなた、もう手が4本あっていろんなことやってる、そして目線はこっちに向いていないって、他のところを見ているから、なんかね、モテるんだろうなとか魅力いっぱいあるんだけど、こっち振り向いてもらえないんじゃないかなっていう風には見えていますね、他の人から見ると。だからあなたが本命のことで頭いっぱいっていう風にも見えているんじゃないかな。でもモテモテのカードですよ、これは。あなたの魅力が周りに伝わっているってことです。でもやっぱり向かっていけないというか、あなたに積極的にアプローチしていけないっていうところが、その恋愛対象のあなたの好きな人じゃない人たちからはそう見えているよっていうのが出てきています。もっとね、1対1で遊んだりとかデートしたいっていうのがあるんだけど、あなたは多分こっちの方に今夢中っていう感じで、夢中というかね、好きな人との間の関係性において頭抱えることがあったりとか、自分に自信がなくなってしまっている状態が今現在ねあるので、他の人から見たらね、好きな人本命いるんだろうなっていう風には見えています。でも魅力的ですよね。外見がすごく好きみたいな、好みだなっていう風に感じてる人がすごく多いので、よくよくあなたのことを見ていたりとか見つめていたりとかっていう人はいますよ。でも今のあなたは好きな人、この人っていうのがいるんじゃないかなっていうのが出てきています。はい、じゃあオラクルもらっていきます。まず好きな人向けで
恋愛対象の方向けで2枚出していきましょう。好きな人には蝶々、復活、再生、幸運のカードが入っています。精神的なつながりを大切にしましょう。そして今ね、あなたがお相手に対して、好きな人に対して愛情をうまくね伝えられていないとか、愛情をうまく受け取れていないっていう風に感じるのであれば、あとは中にはねちょっと今距離があるよっていう方とか、浅い関係性の方もいるかもしれない。その方々には、またね再生するっていうカードが入っていますから、何かあったとして、あなたが自信を失うようなことがあったとしても、そこからまた復活して、また新しい関係性だったり仲直りだったりとか、またご縁が結ばれるようなことがありますからっていう風に入っていますね。だからその時に自分の自信のないところっていうのはまず置いておいて、その自信のないところ、その好きなお相手がダメだ嫌だっていう風に思ってるわけじゃないから、自分に自信を持ってお相手に気持ちを伝えていく、素直なお気持ち、感謝の気持ちだったりとかね、その好きですっていうことだけではないんですが、今自分の考えてることとかね、いろんなことを打ち明けていってねっていう風に入っています。はい、そしてこちらはその恋愛対象の方々への今後のお付き合いの仕方として、お財布のカードが入っています。はい、これはね、そうだな、もし今好きな人がいないとか、これから先他にも目を向けてみようかなってもし考えているのであれば、この恋愛対象の方々と、これからね新しい出会いがあったりとかした場合には、いろんなところへお出かけしたりとか、お食事行ったりしてもいいねっていう風にも入っています。お買い物のカードが入ってますからね、あなたと買い物したい、買い物っていうかデートですよね、したいっていう風に感じている方が多いんですよ。周りの方々で遊びたいとか、飲みに行きたいとか、ご飯食べに行きたいとか、あとはいろんなところに行きたい、あなたの五感に関わることだったりとか、あなたのセンスですよね、センスがすごくいいから、それを一緒にね連れて行ってほしいところがあるとか、あなたに選んでほしいものがあるっていう風にね出てきていますから、もし好きな人以外にあなたが目を向けてみようかなって思った場合、またはこれから出会いがある場合っていうのは、お買い物に行くと、親睦が深まっていくかなっていう風に出てきていました。あまり計算的に考えることなく、遊びに行こうって言われたら OK みたいな感じで、これから先新しい出会いにつながるかもっていう風に感じて、お買い物行って遊んでって、その日は帰りましょうっていうことですね。はい、あまりずるずると朝までいないっていうところは入ってきてるんですが、そういうことを繰り返していくと、こっちの方々ともご縁が広がっていくんじゃないかなっていう風に出てきています。または新しい出会いで今求めていますっていう方は、もう自分から自らが外出していくこと、外に出歩くことでご縁が出てくるよっていう風にも出てきていました。こちらがこの恋愛対象の方々から見たあなたの魅力や印象なんですね。もともとあなたの魅力っていうのはこういう感じ、センスが良くて、ハイセンスな方、ファッションセンスもいいし、多分ね色カラーコーディネートとかも多分得意なんですよね。色の組み合わせとかもすごく上手なので、はい、そのあたり外見的要素としてもいいなっていう風に思われている方たくさんいるんですね。ということで、モテる、基本モテるんですよ。でも今のあなたは今自分の好きな人とか本命に夢中、一生懸命何とかしたいっていう風なところがね入ってきてるかなと思いました。今この好きな人っていうのもあなたの魅力ってところに気がついているので、あなたが自信なくなってしまってるっていうことは、そのお相手との間に何かあるとか、なかなか進展しないとかね、うまく気持ち保てていけない、バランスがうまく保てない、2人の関係性が進まなくてもどかしいっていうのを感じてるのかなっていうふうに思ったので、でもそこはね、もうあなたのお気持ち一つで変わっていくっていうのが出てきています。いつまでもねダメだとか、自分のこういうところ自信ないから進んでいけないとかだと本当に進まなくなっちゃうので、今お相手があなたの魅力に気がついていて、もっとねそれを出してほしいなって思ってるんだから、それで信じて出していく、そうすると仲が深まっていくのかなというふうに出てきています。あなたの動き方で変わってくるのかなというふうに出てきていましたね。では最後に全体的なアドバイスとしてメッセージをもらっていきます。はい、こちらのカードです。ではオラクルカードもらっていきます。
2枚出ていますね。お家のカードとカバンのカード、どっちもグリーンです。そしてラッキーナンバーは11、12と連番で入っています。ラッキーカラーもグリーンで統一されていますね。緑、そしてこれね、お家、カバンという風に出てきていますが、でもね、これ旅行っていうのも入ってくるかな。カバンを持って出かける、宿泊しに行くとか、宿泊施設ですね、旅行行って一泊してくるっていうのもいいかなというふうに出てきています。あとは本当にお家なので、自分の安心できる居場所だったり、居心地のいい場所っていうのを求めてくださいっていうこと、自分のお家の中を整理することっていうのもいいかもしれません。カバンには挑戦や移動っていうワードが入っています。移動は先ほども言ったみたいに、一泊できるといいなっていう旅行だったりとか、あとちょっとした遠出して日帰りして帰ってくるってことでもいいと思います。新しいことをチャレンジしてみるのもいいね、おすすめだねっていう風に入っていました。つなげて言うんだったら、お家の整理整頓っていうのも今一番パッとできやすいかなという風に入っていますね。はい、カバンのお手入れだったり、お家のお手入れだったりっていうのもいいと思います。そしてお選びいただいたこちらのオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。こちらは作り出すという意味のあるカードです。時間にとらわれず、期限を作らず、自分自身の喜びのために様々なことを生み出して満足感に包まれましょうというメッセージが入っています。一つ一つ丁寧にあなたの手で生み出してみてください。作り出していってくださいね。自分の時間を大切にすることだったりとか、あと自分のお家を整えていくことっていうのもいいですね。あなたの理想に近づけていく、理想のインテリアに近づけていくことだったりとか、整理整頓っていうのもいいと思います。今手を使って一つ一つ気持ちを表現するような感じで生み出せることがあるんじゃないか。それがお家やカバン、移動するものの中にヒントが眠っているよっていう風に出ていました、今回ね、11、12と連番で入っていますし、同じグリーンの色のカードが入っていますから、かなりこれ強いかなっていう風に見ています。あなたの心がすごく大切なんだよってことですね。そう本当に胸のあたり、あなたのお気持ちってところに注目してねっていうのが入っていました。はい、そして自分が安心できるようなところ、居場所、時間っていうのを大切にしてください。今回は周りから見たあなたの印象や魅力についてリーディングしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。